はいこんにちは。今日は私が開発して制作したですねパターの、練習器具のお話です。で、以前からですねこういう、くり抜き型のですね枠型を作りまして、その枠にあるそのレールにね、沿った形で、パターが動くと、ね、ですからフェースの向きが狂ったり、それからこの軌道がね、狂ったりしないでこう誘導されるということですね。確実にインパクトの時に、打点も誘導されるし、打ち込み角度、ロフト全てがこう3次元で誘導されていいところで打てるから、ボールの転がりが良くなって、そしてカップイン率も上がると、ね、でフェースの向きが開いたりクローズっていうことでは当然入らない。それから振る方向ね、これもフェースの向きほどではなくても振る方向もやはり、ショートパット、弱いパットなんかは影響がありますので、弱いパットに限らずですね、振る方向も影響があります。ですからそれを完全にいい形に誘導させるというものをこう作ってきたんですね。これが1号機です。これが1号機で最初模型で作りまして、ちょっと大きいから、少しこう、これも大型で作ったんですがコンパクトにしました、ね、それでそれのさらに改良したバージョンをですね、作りまして、それがこちらになります。金属で作ったやつですとやはりここの側板が金属でね、どうしても共鳴音がしてしまうので、これアクリルで作りました。それから誘導されるレールですね、これをいろんな風に可変できるようにね、ちょっとアップで見てもらいます。R1000 から、R2000 のこちらフォールですね、ちょっと打ち下ろしていく感じです。でレベルはこのレッドラインですね、このレッドの帯が R1000 から、1200、1400と、ね、そして、こちらがですねライズ、こうアッパーという俗に言われているこう少しこすり上げる感じですねの R1000、R2000、1200、R1400 と、なんか人の名前がここにね書いてありますがこういったものを作って、まずですね最下点でレベルで最下点でこうストロークをするという。でそれのアーク、これを R1000 というと例えばこうすごくこうかがむタイプね、でこの支点との半径が1メーターということです。1000ということはね。で1400というのは結構高いですよ。1400ということはこういうことですね。これ今1400にしましたので1400ですね。1400のこう振られるという、そういうことです。で軸はもちろん手前なのか、長尺なんかですと手前ですけど、人間ですからやはりこう体軸というね、背骨のちょっと内側なのか、背中のね骨のあたりなのか、その辺の捉え方が何とも言えないんですが、1400R まで取れるようにしたのですね。こちらを見てください身長188センチ、185から188センチのタイガー・ウッズさんね、前傾角度30度ぐらいで、ここの軸の傾きですよね、ここが約80度ぐらいで、そしてこのアークが140から 145R、 135から140という場合もあります。これは角度と測定の仕方によって135から 140R ね。でかなりかがむ浜辺教授が 110R ですから R110、 こんなにかがんでるジャック・ニクラウスでも120なのね、 R120 があります、はい、ということで身長、それから構え方でだいぶ違う。例えば女子プロ見てもね、稲見選手ですと女子ですけれども 125R ぐらいありますね。 R125 ぐらいあると、
西村選手あたりで120を切ってくるかなという。はい。ですので、R1000 から、R1400 までね、このアークが変えられれば、大体のジュニアから女子、それから背の高い人で、背が高くても低くかがむ場合もあるし、高く構える場合もありますよね。それがカスタマイズできるということです。さらにレベルね、最下点、要は均等、左右均等のラインの帯がこの赤の部分ですね。でホールはねまずないんだけれども、一応作っときました。振り下ろすタイプ、ダウンブローに打つタイプ、振り下ろして打つタイプ用ね。で実験用ということもあります。でアッパーは多いですよね。右手下、タイガーウッズなんかもアッパーの 1400R ですから、今その設定にしてありますが、このアークをですねカスタマイズできるように前回のものよりもさらに進化させて、そして、ここがですね少したわむような少し薄い素材にしました、ですからしなやかにたわんでくれると。でさらにですね、この箱型のくり抜きの、弁当箱と呼んでますが、これの滑車をですね少し増やしまして、でよりガタが来ないね、ものを作ったということになります。今ですねタイガーウッズと同じように65、シャフト来角は65なんですよ。ここパターの来角は70とか72度なんですけれども、ベンクレンショーあたりはね70、その本当来角通りに構えてますが、タイガーは65度ぐらい、少し塔を浮かせるんです。で昔のねバレステロスなんかも60度、藤田選手なんかもねパター名手ですけど60度、結構塔を浮かせてシャフト寝かせます。これね、でそれができるように今こちらこちらのねアタッチメントで、これですね、ここのアタッチメントでこのぐらいで今ね65度ですね。そうですね、ちょうど65度、今70度60度があって65度ぐらいね。当然70度もできますよ、ね、それから60度ぐらいまでできるように設計してあります。でこのアタッチメントに関してはまだね改良がちょっと必要で、もっとより自由度をね、プレイヤーの自由度を増すのと誘導率を高めるのと、少し調整するねアタッチメントを考えなくてはいけませんが、いい感じでね、前回のやつよりも進化したものができました。それであとはですね、こちら正面から見てください。ロフトはねこのパター4度ですね。4度のパター、キャメロンですけれども、タイトリストのキャメロンですね。4度ついてますが、こうやってゼロで完全に固定することもできれば、少しルーズにねハンドファーストの度合いが今動くようなそのアタッチメントの締め具合といいますかね、ガチッと締めちゃってガチッと固定して、0度で完全に打つこともできます、はい、それからこちら今ね80度に傾いてるんですが、先ほど言ったように80度の傾きね、90度ではないんです。これ70度の場合もあるんだけれども、これも、調整できるように下が高さを変えられるように、今の状態は80度でこれが変えられるようになってます、はい、であとはバックスイングの大きさで、ここねメモリをつけて今ね5センチ刻みなんですけど、印刷がちょっと間違えちゃって、10刻みになってます。ここが0なので20センチで、ここから10センチですから2対1ですよね。だいたい2対1、ボールをこの辺りに置くと、この辺りかに置くと、バックスイング2に対してフォロースルー1で打てると。
ここに当たって、テイクバックの大きさですねとフォロースルーの大きさをコントロールすることができます。はい、いかがでしょうか。こういったものを作ってみました。前回のよりもかなり進化した状態で、少し時間がかかりましたが、うまくいったらこれをですね、さらに量販できるようにね、皆さんにぜひこれ体験してもらいたいですね。ですから、クラウドファンディングとか、あとスクールとかね、これ買ってもらえたらそこに置いてもらえるとね、気軽にレベルのストロークなのかアッパーなのかって、そういうね、あと自分に合ったそのストロークを完全にこう体感できるので、パッドに迷っちゃった時とか、それから構えた時にね、もうすでにまっすぐ構えられない人って結構いるんですよ、ね、フェースの向きにしてもこれがスクエアなのっていう人結構いますので、そういった人向きにですね、作ってみましたので、では早速やってみます。バックスイング2に対してフォロースルー1、はい、いきます。距離はね2メーターです。見て、2メーターですよね。だいたい2メーターで、ここ2メーターね、距離2メーター。はい。でバックスイング2に対してフォロースルー1、2対1で、タイガーですから少し高めで R1400、 こんな感じか。スタンス狭いです。最近狭い。こんな感じ。私181あります一応ね。結構私よりはやっぱりこうローに引いてますね。綺麗に転がってる。ラインが綺麗に出ます。こんな感じ。右手が下ですよ。すごく低く引いてますね。そしてフォローが綺麗に転がりますね。一直線にやっていきましょう。私こうです。私こう。はい。フェースの向きが私開いてるんだな。やっぱりこうやって構えると左向いてるフェースが感じします。スクエアなんです。はいです。2対1、2対1、4か入りました。はい、いかがでしょうか。タイガーのパッティングストロークをぜひ体験してみたくないでしょうか。皆さんいかがですか。これがぜひね製品化するように頑張ってみます。今3台作ったんですが、ちょっとコストがねやっぱかかっちゃう。手作りでね工場にお願いして作ってもらったので、最初はスクールか、ごめんなさい、最初はスクールかね、リースっていう形になるかなと思いますが、まずねまっすぐねこう立つことに対してこうだんだん歪んでくるから、これがまっすぐなんだっていうのが一つ分かると思います。それからクロスハンドなのか右手下なのかによってこう肩の高さがねこう変わってアッパーになるか、レベルで打つのがいいのかね、女子プロは割とレベルクロスハンド多いですよね。でバックスイングの大きさも別に私2対1は推奨、ショートパッドの場合ね推奨してますけれども、これ当然これだけの幅ありますので、グリーン速ければ多分ね15メーターぐらいのパッティングもいけるこの幅の中でいけるんじゃないかなと思いますが、ストロークがやっぱり大きく距離が伸びてきてストローク大きくなれば、それだけ2対1にこだわらなくてもね、1対1になっていったり、女子プロのように1対2になっていったり、そういうことももちろんねやっぱり好き好き好みありますから、絶対にこうでなくてはいけないっていうのはないと思うんですね。特にパッティングに関しては。だから
やっぱり自分なりにカスタマイズをして、その形がやはり先生になるというかね、自分がちょっとおかしくなってきたり狂ってきた時にその形に戻してあげるというのがね、いいんじゃないかなと思いますので、そういった利用法もできるし、自分が狂ってきちゃった時にその原因がよくわからない、やっぱりこうミリ単位なので、構えなのかインパクトのベースなのかね、それから打ち方なのかで、打ち方に関してもこうクラブヘッドがやはり少し地面から浮いた方がいいっていう話をね、私別の動画でもしてますけど、研究でもしてます。9ミリから14ミリぐらい浮いた中で、そしてロフトもねこう生かすのかゼロなのかマイナスなのか、ね、そういう話もねしてますんで、はい、こういったものを作ってみましたから、ぜひ先に進めるようにまた頑張ります。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。